夏は白って花は白、葉っぱは涼しそうな色と形って夏は決めてます。毎年だから一緒だけどちょっとずつ違うんだけど、そのコンセプトは同じです。で例えば、葉っぱが全部細かいものだけだと庭がちょっとうるさく感じます。なので葉っぱは大きいものであったり小さいものであったり、こんな風に線であったり。リーフ選びを分かりやすく説明すると、葉っぱの、形が点と線と面って思ったらいいです。例えばこれね、点々点、ちっちゃい葉っぱは点で、これね線、さっきここでも見たけどこれも線、ね、線、それとギボウシみたいに面、これ面ですね、これ全部面だから、点と線と面って思ってお庭の中に、それをバランスよく配置します。線ばっかりだと全部線になるしね、点々ばっかりだと本当に賑やかな感じに細かく、なんか女性は結構細かいちっちゃい葉っぱとか好きな方多いですけど、でもちっちゃい葉っぱは面の葉っぱがあるから余計可愛く感じたりします。これはもうお花も一緒で、点々点々してるお花と、線のお花はなかなかありませんけど面のお花両方必要になってます。で夏は特に麩が入ったものね、麩が入ったものが、爽やかに感じます。黄緑の麩よりは白っぽい麩の方が白いお花にもよく似合ってきます。ただし全部麩入りにするとまたこれも賑やかな感じでうるさく感じるので、やっぱりこういう濃いグリーンとか、本当に何もないようなグリーンね、濃いグリーンとかありますけど、そういうものの中に麩を入れると良さが出ます。こちらは一日中暗いので、自分のポリシーで暗いところはより暗くって作ってるんですね。でこういう濃い深い緑のもの、向こうの、ヤブランもそうだけど、これヤブランベトナムっていう名前で暗くても花がちゃんと咲くんですね。私なんか自分の中で白とこの薄い紫を合わすのがもう本当に大好きなんですね。それで、このヤブランさんは一年中葉っぱもあるし強いし、日陰でも少し花は咲いてくれるし、で暗いとこはより暗く、これはヒイラギね、これクリスマスの時に大活躍するので、硬くなくて柔らかくて綺麗になるので、こういうものとかヤブコウジとかいうのも赤い実がなりますけど、これもなんか他のものを邪魔しないっていうものをベースにいつも考えてて、でそこにちょっと明るい、ギボウシが置かれています。でもこのギボウシも一個一個見ると葉の負の入り方がこうちょっとみんな違うのね。中が入ってたり外が負が入ってたりのそのちょっと違いを合わせていって、お花の色も薄い紫とか白とかが咲きますので、全体にここのコーディネートの調和が整います。このねプミラの壁があるので、このプミラのグリーンの系統の斑入りを持ってきて、黄緑の斑入りは持ってこない、紙を加えたような形になる。同じね、そうインテリアと同じね、同じ色調のそうインテリアと一緒で濃淡をつけてあげるってことね。だからインテリアと全く一緒だと思う。その色持ってくるとちょっと離さないといけないよね。ここは確かにちょっと黄緑が寄ってきて、黄緑はやっぱり明るい感じになるんで、だからここ日差しがスーッと入るのよね。だから明るいところより明るく見えるように私は意識してて、庭作る時に狭くても。似合うね。
葉っぱの色が似合うってことね。そうかそうか。そう似合う言われればそうね。確かに。似合うの。この色になってでも植物もやっぱそうやって同じグリーンでもいろいろバリエーションがあるからそれそれをちょっと組み合わせてやってるっていうそうのがそうそうね。そうなのよ。葉っぱの色組み合わせ、このコンテナは今これグリーンローズっていうバラが咲いてます。四季咲きなのね。でも日が当たるのがここの庭は夕方ほんの1時間ぐらい西日が当たるんですね。なのでこっちしか花が咲かない。でもまあそれがちょうどねそっちからしか見ないから都合がいいんですけど、あとペチュニアもこっちしか咲かない。こっちが咲かない。でも冬が来るとこの葉っぱが全部なくなるのでここでビオラがふわーってなるんですね。だから光のことってとっても大事で、これ逆さにまたぐるっと向けばこっちから咲くんだけど、まあ一応今この季節は西日の力を借りてこっちだけ咲かせています。でこれもちゃんとこう符が入ってる子と合わす。これはまた同じグリーンで合わすよりは符が入ってるねことを合わしていくとまたこのグリーンが少しグリーンローズというぐらい中がちょっとねグリーンだったりするのでなんかこの中のものといろいろ合わせていく。でペチュニアもちょっと中が黒い子とか入れるとおしゃれに見えます、ね、八重は難しいけど一重は結構育てやすいと思います、はい、珍しく夏のハンギングバスケットを作ってみたのね。もう白といろんな色のやっぱりさっき言ってたように濃い葉っぱの色とか符が入ったものとか黒い葉っぱとか、ね、そういうものと白の花の大きさがいろいろでここは日が当たるので日当たりの強い花を選んでいます。でちょっと挑戦して、ちょうどこのね、額縁みたいな背景ができる、これはアイアンのアンティークのロバなんだけどもこれをいつもここにかけててで春はこれにクレマチスがかかってるんですけど今もうね花がないので活躍してないのでちょっとかけてみたらいい感じ。これはどんなお花使ってるんですか？これは日々草でも今年日々草がいろんな種類が出ててそれの実験もあってこれは Y 性ではって上から溢れてくるように咲く日々草なのよね。本当にねいろんな日々草が出てるね。この花のねちっちゃくなった日々草ねでもう本当に日差しに強いので、はい、ハンギングをする人もなんか借景をね作ったらね借景だからハンギングをただ壁にかけるっていうことが多いけれども、その壁にこんなアイアンがあってそれにかけるとかするとまた見え方がねこの子がちょっと洒落た感じに見えるよね。これはねサラさんがやってたから真似をしてユーフォルビアを入れてみたの。そしたらユーフォルビアがふわーっとなったんだけど、この重たいアーンの鉢には少し上が軽すぎて見えた感じがでもともと春から冬も植えてたこれ残したんだけどそれでなんかちょっとバランスが悪いなと思ってでこの白い花をちょっと挟んでみた。こういう風なちょっとオブジェ的なものねビヨーンって可愛いでしょ蝶々さんしてて庭をね花だけ植物だけで飾るっていうのは本当に難しくってそれでこういうものの力を借りています。まあお部屋の中でインテリアを飾るのと全く同じ風に思ってやってるんですけど、まあ、こんな飾ったり、壁に絵を描けた感じかな。グリーンマーが出てきました、そう
こういうのも楽しいですよね。もうお部屋の壁に絵を描けた感覚で、ここはベンチがあって、で座ることもするときはのけますけど、自分の好きな可愛いじょうろであったり、こういうランタンとかであったり、これは旅先で買ってきたもののね、外国で買ってきたものの思い出ですけど、そういうものを置いたり、アイビーっていうのは本当に皆さんどうやって使ってるかは私分かりませんけど、こう単色上にすると強いし可愛いです。こんなちっちゃなね可愛いアイビーもあるので、アイビーの葉っぱの大きさもいろいろ変えていくと面白いですね。てかベンチはなんか今夏は座るというよりは飾り棚みたいな形で使っています。ここはサビコーナー鉄は錆びてくるのが自然なことでナチュラルなんですね。だから、お外の植物にはすごく似合うのね。で外国に行くと、例えばこれベルギーのエルメスというブランドだけど、わざわざ、こうやってエイジング加工して錆びさせたものがカタログ全てね載ってて、で商品となって、それを皆さん買ってお庭に置いてるの。日本だと「いや錆びるなんて」ってみんな懸念しますけど、もうそういうふうなものが普通で、ここで見てもらうと、これが真っ白だってもちょっとおかしいね。黒でやることもできますけど、なんか植物との相性がすごくいいと思います。だから椅子とかいろいろドアとかもね、アンティーク私もやってますけど、そこの部分は錆びてきたらまた黒く塗り替えたり、いろいろお手入れはしながらで長く使えるように、します。このテーブルも抹茶ちゃんに錆びてきたんだけれども、細いので、やっぱり塗装して、こうね保護してあげた方がいいなっていうのもあって、錆びてた状態から黒くマットに塗ったのね。でも最初すっごい違和感があったんだけど、でもマッチングはしてきます。でまた上に錆びたものが来てます。またこの子もあまりにも錆びて、壊れそうな気配がしたらまた色つけて、そうやって長く持たしながら錆も楽しみながら。レモン？かわいいやろ。あ、かわいい。ほら。かわいいね。レモンこれ黄色くなって食べられるのじゃない？この間までここになったまま食べてたの。あ、そうなんだ。でもうそろそろ全部なんかレモンもずっとこうなっとくとどんどんこう酸っぱさがなくなって、すごい甘くはならないけど甘くなってくる。でそれでもいでこの間最後よって言って、それで。